今日は鶏ささみのスティックフライを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はささみのスティックフライを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ささみを使った簡単おかずレシピをご紹介していきます。今回作るささみフライなんですが、通常フライを作るときはバッター液やまたは卵、薄力粉などを使って作るんですけれども、この卵と薄力粉またはバッター液は使わずに作っていきたいと思います。さらにですね、このささみ肉を柔らかく仕上げる方法もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏ささみ、マヨネーズ、お醤油、料理酒、お砂糖、おろしにんにく、おろし生姜、鶏ガラスープの素、ごま油、粉チーズ、パン粉、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。はい、ということでね、今回はこちらの材料で作っていきたいと思います。まずポイントがですね、マヨネーズです。このマヨネーズでね、漬け込むんですけれども、マヨネーズで漬け込んでいただくことでお肉が柔らかくなるのと、あとはですね、卵を使わずにパン粉をつけることができます。そして味付けのポイントなんですが、お砂糖を少し加えていきます。こちらもお肉を柔らかくさせる効果があるんですが、さらにですね、味わいに深みが出て美味しい仕上がりになります。あと今回ね、ごま油も加えていきます。そうすることでごま油の風味も加わって香ばしい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、こちらささみの筋取りからしていきます。この筋取りをする時なんですが、フォークとキッチンペーパーを使っていただくと簡単に取り除くことができます。まずですね、この出ている筋ですね、これをフォークの隙間に入れます。こんな感じです。で、この出た部分をキッチンペーパーを使ってつまんでください。これをね、素手でつまんでしまうと滑るので、必ずキッチンペーパーでつまむようにしてください。そしたらですね、お互い逆方向に引っ張り合います。はい、そうするとですね、このように簡単に筋取りすることができます。ではね、残りも同じように筋取りしていきます。はい、このように全部筋を取ってください。筋取りするとですね、このように裂ける時がありますが、これはこれで大丈夫です。はい、そうしましたらですね、こちらのささみを2等分にしていきます。斜めに2等分します。この切り方はね、食べやすい大きさに切っていただいて大丈夫です。このようにね、裂けてしまったものに関しては、この裂けた部分からね、こう半分に切っていただくといいかなと思います。では残りも同じように切っていきます。はい、このように切ってください。そうしましたらね、こちらのささみをジップ袋に入れて漬け込んでいきます。まずこの中にお肉を入れます。お肉を入れたらこの中にまずね、お砂糖を入れてください。そしたらね、一番初めにまずお砂糖を揉み込んでください。このようにね、最初にお砂糖を揉み込んでいただくことで砂糖がしっかりとお肉に入っていきます。こちらをですね、お醤油と同じタイミングで入れてしまうと中に入っていかないので、必ず一番初めにお砂糖だけ揉み込んでください。揉み込んだらあとは調味料を入れていきます。まずは料理酒、お醤油、鶏ガラスープの素、おろし生姜、おろしにんにく、そしてマヨネーズ、あとはごま油を加えます。そしてこちらをもう一度よく揉み込んでください。はい、このようにしっかり揉み込んでください。そしたら空気を抜きます。ちょっとね、平らにしてください。そして口を閉じます。そうしましたらこちらを冷蔵庫で15分漬け込みます。はい、それでは漬け込んでいる間にパン粉を作っていきます。まずパン粉を入れて、ここに今回は粉チーズを加えていきます。そしてこれを混ぜましょう。はい、パン粉の準備はこれで OK です。はい、15分経ちました。それでは今からこちらのお肉にパン粉をつけていきます。通常ね、パン粉をつけるときはバッター液とか卵とか薄力粉をつけてからつけたりするんですが、今回はその役目をマヨネーズで代用してます。それではですね、こちらをパン粉の上に乗せます。そして全体にしっかりとまぶしましょう。ギュッと押さえつけてください。はい、こんな感じです。ではね、残りも同じようにパン粉をまぶしていきます。
たまにねこのように裂けてしまってるものもあるので、その場合はこちらをピタッとくっつけて、そしてパン粉をまぶしてください。はい、こんな感じです。ではね、どんどんつけていきたいと思います。はい、パン粉をまぶしました。それでは今からこちらを油で揚げていきます。はい、それでは油で揚げていきます。まずフライパンの底からだいたい1センチほどの油を入れてください。そして火にかけます。火加減中火です。このままだいたい1分から1分30秒ほど油を温めてください。はい、それではね、時間が経ったので揚げていきます。目安としては菜箸の先から細かい泡がプクプクプクとちょっと出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それではね、やけどしないように揚げていきます。揚げ色がつくぐらいですね、揚げていきましょう。火加減は弱めの中火から中火ぐらいで調整してください。はい、今ねだいたい1分ぐらい経ちました。そしたらね、裏返します。はい、そしてまたこのまま揚げていきます。ここであんまり動かしてしまうとパン粉が取れやすくなるので、あんまり動かさずに揚げるようにしてください。はい、でまた1分ぐらいしたら裏返して、今度はですね、均一に揚げ色がつくように時折ね裏返しながら揚げていってください。はい、いい感じに揚げ色がつきました。今ねだいたい3分半ほど揚げてます。目安としてはだいたい 3,4 分揚げてください。このようにいい揚げ色がついたら取り出します。はい、このように美味しそうに揚がってます。ではね、残りも同じように揚げていきます。次揚げる時はですね、ここにパン粉のカスが残ってるので、こちらをきちんと取ってから次を揚げるようにしてください。このぐらいきちんと取っていただくと仕上がりも綺麗になります。そしたらもう一度火をつけて、残りも同じように揚げていきます。火加減はね、その都度調整しながら揚げてみてください。はい、全部揚げ終わりました。こんな感じでサクサクに揚がってます。ではね、このまま3分ほど油を切りたいと思います。はい、これでささみのスティックフライの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように衣はサクサクで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お肉にしっかり味が染みててすごく美味しいです。そしてこの衣もサックサクですね。そしてささみのお肉もとてもしっとりしてます。味付けもねしっかりついてるので、何もつけずにこのまま美味しく召し上がっていただけると思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のささみのスティックフライのポイントです。まずささみなんですが、筋取りをするときはフォークとキッチンペーパーを使っていただくととても簡単に筋取りすることができます。なのでね、ぜひ一度この方法で試してみてください。そしてその後ですね、お肉を切るんですけれども、切り方はですね、お好みの大きさで切っていただいて OK です。今回はね、2等分にしたんですが、お弁当などに入れる場合は3等分ぐらいにしていただくとちょうどいいと思います。そしてお肉を切り終わったら、まず最初にお砂糖を揉み込んでください。お砂糖を一番初めに揉み込んでいただくことで、お砂糖のコクがしっかりとお肉の中に入って、とても味わい深い仕上がりになります。さらにですね、お肉も柔らかい状態に仕上がります。そしてですね、その後調味料を全部加えるんですけれども、ポイントはマヨネーズです。マヨネーズで漬け込んでいただくことで、お肉が柔らかくなるのと、あとはですね、通常衣をつける時に卵と薄力粉をつけて、その後パン粉をつけると思うんですが、その手間を省くことができます。なのでぜひマヨネーズを活用してみてください。さらにですね、こちらのマヨネーズは下味にもなります。そしてもう一つ味付けのポイントです。今回はね、ごま油も加えてます。このごま油を加えることでとても香ばしくて美味しい仕上がりになります。ぜひね、こちらも入れて作ってみてください。漬け込み終わったらですね、その後はパン粉をしっかりめにまぶしてください。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はだいたいね、フライパンの底から1センチぐらいの油で揚げていただくといいかなと思います。揚げてる最中にあんまりお箸で動かしてしまうと衣が剥がれやすくなるので、あんまり動かさずに揚げてみてください。あとは3分ほど油を切って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はささみのスティックフライを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。